私この前バイト先の先輩に若いうちは株100%でいけって言われたんですけど、それって本当なんですか？いきなり確信をついてきますね。実はその若いうちは株100%という常識、2026年3月に出たばかりの最新論文で全員には当てはまらないことが示されました。否定されたんですか？先輩めっちゃ自信満々だったのに。正確に言うと、人によっては正しいけど、人によっては逆に損するということが数学的に証明されたんです。人によって正解が違う。投資のアドバイスって一つじゃないんですか？そこがこの論文の面白いところです。ジェイソン・スコットらが書いたライフサイクル、ポートフォリオ・チョイス・ウィズ・ヒューマン・キャピタル・ソーシャル・セキュリティという論文で、年収によって最適な投資の割合が大きく変わることを示しています。場合によっては、高所得者と低所得者で真逆の戦略が正解になるんです。真逆。じゃあ先輩のアドバイス、私には合ってないかもしれないってこと？その可能性は十分あります。でもなぜそうなるのか理解するには、まず、人的資本という考え方を知る必要があります。人的資本。なんか RPG のステータスみたいですね。人的資本85みたいな。数値化するという意味ではそんなに外れてません。人的資本というのは、あなたがこれから一生で稼ぐお金の合計を今の価値に直したものです。これから稼ぐお金の合計。それってめちゃくちゃ大きいですよね。そうです。例えばひなちゃんが20歳で、これから40年以上働くとしたら、その総収入は貯金の何百倍にもなりますよね。確かに、今の貯金なんてカフェのバイト3ヶ月分しかないですもん。でもその3ヶ月分の貯金より、これから40年間の稼ぎの方がはるかに大きな資産なんです。この論文のポイントはここからで、人的資本が債券みたいなのか、株みたいなのかで、金融資産の投資先を変えるべきだと論文は言っています。ちょっと待ってください。稼ぎが債券みたいとか株みたいってどういうことですか？給料はお給料じゃないですか？いい質問です。債券は毎月決まった利息がもらえる投資で、安定しているのが特徴。株は景気で上がったり下がったりしますよね。なるほど。じゃあ公務員とかは毎月安定した給料だから、債券みたいってこと？今ちょっと鳥肌が立ちました。まさにその通りです。公務員のように景気に左右されにくい収入は、債券的な人的資本と言えます。やった。投資の天才かも私。天才は言い過ぎです。でもその感覚は正しい。逆に、景気が悪くなるとクビになりやすい仕事はどうでしょう。あ、それは株みたいってことですか？景気と一緒に上がったり下がったりするから。その通りです。この論文では、それをベータ値という数値で表しています。市場全体が動いた時に、自分の収入がどれくらい連動するかの指標です。ベータ値。それって例えるなら、推しのグループの人気が上がると自分のテンションも上がる度合いみたいな。推しに例えなくていいんですが、連動する度合いという意味では合ってます。ベータ値が高い人ほど、景気が悪くなると収入も下がりやすい。なるほど。でもそれと投資の話がどうつながるんですか？ここが核心です。もしあなたの給料が景気と連動するなら、景気が悪くなった時に給料も下がり、株も下がる。ダブルパンチになりますよね。うわ、それは最悪ですね。給料減って、貯金の株も暴落って、バイトのシフト減らされた上に財布落とすみたいな。財布は落とさないでほしいですが、まさにそういうことです。だから収入が景気と連動する人は、株への投資を控えた方がいい。リスクが二重になってしまうから。逆に、公務員みたいな安定した人は株をもっと持ってもいいってこと？そうです。給料が安定している分、金融資産ではリスクを取れる余裕がある。この組み合わせの発想が、この論文の土台になっています。へえ。でもそれなら、世の中のみんなが自分に合った投資をすればいいだけじゃないですか？ところが、現実にはそうなっていない。ここでターゲットデートファンド、
略して TDF と呼ばれる投資商品の話です。TDF、なんかかっこいい名前ですね。必殺技みたい。必殺技ではないです。TDF は退職する年をターゲットにして、若い時は株を多め、年齢が上がると自動で債券に切り替えてくれる商品です。あ、自動で切り替えてくれるんですか。それめっちゃ便利じゃないですか。何も考えなくていいなんて最多くの人がそう思っています。実際アメリカでは、確定拠出年金の 401K で、デフォルトの投資先に設定されていて、何兆ドルもの資金が流れ込んでいます。高。何兆ドル。それってものすごい金額ですよね。しかもこの論文が注目しているのは、2025年からセキュア2.0法という法律で、401K への自動加入が義務化されたこと。つまり TDF がデフォルトのまま、より多くの低所得者にも適用されるんです。あれ、でもさっきの話だと、人によって最適な投資が違うのに、全員同じ商品がデフォルトって、それまずくないですか。ひなちゃん、今の指摘、この論文の問題意識そのものですよ。スコット、ショーベン、スラボフ、ワトソンの4人がまさにそれを問題にしています。そうなの。私なんか言っちゃった。TDF の前提はこうです。人的資本は債券みたいなもの。だから若いうちは金融資産を株に振って、年を取ったら債券に切り替えようと。さっき言ってた、人的資本が債券みたいか株みたいかの話ですね。そうです。TDF は全員の人的資本が債券みたいと仮定している。でも実際には、低所得者の収入は景気と強く連動している。つまり、株みたいなんです。あ、じゃあ低所得の人は人的資本がすでに株なのに、TDF でさらに株を買わされてるってこと。完璧な理解です。しかもこの論文にはもう一つ重要なポイントがあります。それが社会保障、年金の話。年金。正直、年金って将来もらえるか不安なやつですよね。もらえるかどうかはさておき、年金は景気に関係なく決まった額が支払われますよね。つまり年金は債券的な資産なんです。あ、安定した収入だから債券と同じようなもの。ここが面白いんですが、低所得者ほど年金の所得代替率が高い。つまり現役時代の収入に対して、年金でカバーされる割合が大きいんです。さて、ここまでがアメリカの話ですが、実は日本にも同じ問題が当てはまる可能性があります。日本にも、でも日本には TDF ってあんまりないんじゃ。日本のイデコや NISA でもバランス型ファンドやターゲット型の商品は選べます。しかもこの論文のロジックは TDF だけの話ではないんです。どういうことですか。若いうちは株 100% とか、まずはインデックス投資で全世界株みたいなアドバイス。よく聞きますよね。インデックス投資というのは市場全体にまとめて投資する方法です。SNS で毎日のように見かけます。みんな、全世界株一択。それが万人に正しいかどうかは、自分の収入の性質で変わるということをこの論文は示しています。特に日本は公的年金が比較的手厚いので。日本の年金が手厚いってことは、さっきのすでに債券的な資産を持っている状態に近いってこと。ひなちゃん、この論文の応用を自分で導き出しましたね。日本人は全員が公的年金という巨大な債券的資産を持っている。その分、株への配分を考え直す余地があるかもしれません。でも先生、じゃあ具体的に私は何をすればいいんですか。自分の収入が株的か債券的かなんてどうやって判断するの。まずシンプルに考えてみてください。景気が悪くなった時、自分の仕事や収入は影響を受けるか、これだけでも方向性はわかります。カフェのバイトは不景気だとお客さん減ってシフト減らされそうですね。そうですね。飲食は景気の影響を受けやすい業種の一つです。その場合、金融資産まで株に全振りするのはリスクが高い。逆に IT 企業でバリバリ稼いでて景気にあんまり左右されない人は株をもっと持ってもいい。
方向性としてはそうです。ただし注意点として、この論文はあくまで理論モデルです。実際の投資判断には他の要素も関わってきます。他の要素って例えば？住宅ローンがあるか、家族構成はどうか、リスクに対する自分の心理的な耐性、こういったものですね。論文もその限界は認めています。なるほど。でも少なくとも全員同じで OK は間違ってるってことですよね。そうです。スコットらのこの論文が伝えているのは、投資の最適解は年齢だけでは決まらないということ。自分の収入が景気とどう連動するか、公的年金がどれだけカバーしてくれるか、この2つを考えるだけで、投資の精度は大きく変わります。人的資本って考え方、今日初めて知ったけどめちゃくちゃ大事な視点ですね。今日のまとめです。1つ、あなたの将来の稼ぎも立派な資産。2つ、その稼ぎが景気と連動するなら、金融資産は株を控えめにする選択肢がある。3つ、若いから株 100% は全員にとっての正解ではない。4つ、公的年金も含めたトータルの資産バランスで考えること。私、今まで投資イコール株を買うしか知らなかったけど、自分の仕事から考えるって全然違う発想でした。それがこの論文の一番の貢献ですね。投資を始める前に、まず、自分自身という資産を理解するところから始めてほしい。自分自身が資産か。よし、まずは自分のバイト先が景気に弱いか調べてみます。で、それは店長に聞けばいいのかな？店長に、うちの売り上げのベータ値っていくつですかとか聞いたら確実にシフト減らされますよ。まずは業界全体の傾向を調べるところからにしましょう。シフト減るのは困る。わかりました。まずは自分で調べます。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。コメントも待ってます。じゃあ、またね。